今日はですね、ネットフリックスが今回ですね、ワールドベースボールクラシック WBC ですね、こちらの全試合の放映権をですね、グローバルで獲得して、なんとその日本戦、日本で行われる試合なのかなの制作を日本テレビに委託したというニュースがさらっと流れてまいりましたけれども、これって言い換えると、日本テレビがまず放映権取れず、日本テレビ以外の NHK とかそういうところも一切放映権を取れずに、制作だけ下請けで出されてることでも完全にグローバルのプラットフォーマーに負けちゃったんです。もう完敗ですよこれ。前回のワールドカップの時のアベマ TV が放映権取って地上波テレビ局に日本戦だけ下ろしてたんですけど、それとは比べ物にならないぐらい本当にアメリカのプラットフォーマーに完全にやられちゃいましたね。本当恥ずかしくねえのかなと思いますけど、結局しかもそれでなんか制作協力をしたから特番を何本か放映できるようになりましたって、本戦は映さねえんだろ、意味ねえじゃんみたいな。完全にこれも宣伝じゃん。地上波でネットフリックスのワールドベースボールクラシックの試合を見てもらうための広告じゃないですか。それを請け負ってますっていうのをカッコつけて制作委託を受けましたとかパートナーシップですとかって言ってんだけど、これ下請けだよ完全に。ということでもう日本のテレビ局負けが完全に確定しちゃいましたね。本当に僕は20年前にね、フジテレビを買収してやろうとしてたこと、放送と通信の融合とかっていう話もありましたけれども、それよりもまず僕はそのテレビ局の圧倒的なリーチを使ってサブスクリプション、今で言うところのねサブスクって当時はそういう言葉なかったですけど、アメリカ欧米とかはですね、アジアもそうですけど、もう衛星放送で、スクランブルかけて衛星放送でサブスクリプションやってたんですよ。いや日本もやってたんだけど、全部だから地上波テレビ局に潰されちゃいましたよね。だってスカイとかパーフェクト TV とかディレク TV とか CS だけでも3つ会社あったのが全部一緒になっちゃって、スカパー JSAT になっちゃったでしょ。衛星を打ち上げる会社まで全部一緒になっちゃって、スカパー JSAT になったのはなんでかっていうと、地上波テレビ局が死ぬほど邪魔をしてきたからですよ。で僕を排除し、三木谷さんを排除し、孫さんを排除し、そして衛星放送を排除し、完全に国内で内弁慶をやってた地上波テレビ局の本当に最後のもう断末魔みたいな状況ですよ。バカじゃねえのって僕は思います。正直ネットフリックスから下請けで WBC の放映権も取れず、制作と広告だけやらせていただくっていうですね、もうね終わりましたね。で今年から本当ネットフリックス特番というか日本のドラマめちゃくちゃ全振りしてきてます。まずは韓国のような、国内マーケットがちっちゃいところから攻めていったわけですけど、日本のテレビ局もさすがにこの流れに抗えなくなってきて、もう今や各テレビ局どんどんネットフリックスとかアマプラに過去のね番組とか新しい番組もそうですけれどもどんどん提供していってますし、それどころか制作をもうネットフリックスがどんどんやってきてます。日本の有名な俳優さん、最初はねピエール滝さんみたいなちょっと訳あり物件みたいな人たちがメインだったのが、もう今訳ありじゃなくて日本のメインストリームの俳優さんたちがもうバンバン、監督さんもそうですけどどんどん来てる。なぜか制作費がもう桁が1個違うんですよね。もうこれ勝つにはネットフリックスみたいなところではなく、自分たちで例えば僕たちがリアルバリューでやってるような自分たちで IP を作って自分たちで投資をして大金を投資して、うちの番組だって普通の地上波のバラエティ番組の何倍もお金かけて作ってるんですよ。だから映像がすごく綺麗なんです。カメラもめちゃくちゃ使ってるし、だからもうこれからはテレビの電波を持ってることが全然付加価値じゃなくなってきた。もうあとはだからブランドだけですよね。ラジオぐらい切っちゃえば、うちのクロス FM も黒字ですけど、ちっちゃい黒字ですけど、もう完全に振り切っちゃえば全然まだ利益出せるし、まだワンチャングローバルプラットフォームへの道なくはないかなって僕思ってたんですけど、もう今回の日本テレビの件を見てもうダメかもしんないなみたいに思ってしまいましたということで、今日はネットフリックスが日本テレビに WBC の制作を番組制作中継とかですね委託するというニュースについて解説させていただきました。いってらっしゃい。